迷子声優林ココさんを語りたい。アニメバンドリアベムジカの放送を記念して迷子椎名滝の声優林ココさんの解説動画をお届けします。ざっくりとにはなりますが、林ココさんの魅力をお伝えできたらと思います。お話しするテーマはこちら。林ココさんの概要と基本情報、少女時代、どん底、戦争、最後に滝ちゃんとの共通点を少しだけお話しします。敬愛の念を込め、愛称で読み上げさせていただきます。ココちゃんは静岡県浜松市出身の人気女性声優。バンドリガルパでは一人でいることが好きな一匹狼で、迷子のドラムと作曲と猫の世話係担当の椎名滝ちゃんのキャストを務めています。身長は157センチ、血液型は A 型、5月15日生まれのお牛座。趣味はミュージカルとイラスト、特技は打楽器全般とピアノ。好きな食べ物はフライドポテトで、胃が若く、迷子では最年少、だけど芸能歴は最年長です。これから詳しくお話ししますが、ココちゃんは幼少期から芸能活動を続けていて、そのキャリアは10年以上。今回はそんなココちゃんがバンドリ声優になるまでの軌跡を時系列でお話しします。ココちゃんの少女時代のお話です。ココちゃんはアニメと声優が大好きなお父さんとピアノ講師のお母さんとの間に生まれました。お父さんと一緒にアニメと声優にハマり、水木奈々さんやラブライブ、そしてイコチをきっかけに芸能界と声優アーティストに興味を持ちます。歌が大好きに育ったココちゃんはお母さん譲りの音楽の才能にも恵まれ、5歳から音楽レッスンを開始。そのまま芸能事務所へ所属し、子役タレントとしてデビュー。10歳の頃にはおはスタ、ひらめきーななど人気テレビ番組に出演します。大きな転機は14歳、大手声優事務所81プロデュースと大手エンタメ企業ABEX が開催したオーディションにエントリー。このオーディションは応募者2000人から選ばれた3名がユニットとしてアイドルデビューをし、さらにアニメキャラクターにもなり、さらに声優デビューもするという大掛かりなものでした。ココちゃんは見事合格。声優アイドルユニットランガールズラン、略称ランガのセンター兼現役中学生声優としてデビューします。ランガの活動は5年半続きました。キャパ200人のライブハウスからスタートしたランガは3周年を迎える頃には全国ツアーを控えるほどの人気ユニットになります。ランガの魅力はファンまでポジティブになれるような明るく元気な歌唱とステージングにありましたが、もう一つ大手事務所に所属するアイドルの中では群を抜いてファンとの距離が近く、顔と名前を覚えてもらえる、そんなファンも多かったようです。ランガのアイドル活動は順調でした。ただ実はココちゃんはアイドル活動には自信がなかったそうです。そんなココちゃんをファンが推していった理由の一つは、ココちゃんの真面目さ。幼少期から芸能界にいたからなのか、それとも生まれついての気質なのか、ココちゃんはとにかく仕事に真面目でした。中学生にしてあまたのファンの顔と名前を覚え、ブログ投稿は手を抜かず、戦時声が平常運転。投稿内容は宣伝に偏らず、学校での近況やその日に起こった小さな出来事や感じたこと、ファンへの感謝の気持ちなど、いつも通りの日常を明るく元気な言葉で綴り、それをおよそ5年半、ファンへ当てた声として届け続けました。そんなココちゃんの真面目さは、ランガでのアイドルの仕事だけでなく、声優の仕事にも良い影響を生み、中学3年生の時に人気アニメシリーズ、キラッとプリちゃんの桃山未来ちゃん役に抜擢、主演を任されます。主演声優としては、歴代最年少。Freezing so cold, behold frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lost. 役の大きさに戸惑い悩んでいたココちゃんでしたが、I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. 先輩声優からこれは仕事と諭され、
プロを意識キラッとプリちゃん。放送開始の翌年、声優アワード新人女優賞を受賞。順調でした。けれど、そんないつも通りの日常、理不尽に踏みにじる出来事が起こります。それがコロナでした。2020年3月、コロナ特別措置法成立。同年4月、緊急事態宣言、外出自粛、休業要請の発出。休業要請の対象は、お酒を提供する全ビジネスと映画館やショッピングセンターなど、人が密となる全施設。加えてスーパーやドラッグストアなど、規模1キロ平米を超える小売店。学校は部活動の自粛とオンライン化を要請され、ライブとイベントは無観客での開催を余儀なくされました。当時オンラインライブは普及しておらず、これは休業を要請されたも同然でした。コロナは真面目に生きている人たちからいろいろなものを奪っていきました。2021年3月、コロナの渦中、ココちゃんは高校を卒業。同年5月、キラッとプリちゃん最終話の放送終了。卒業後の仕事はほとんどありませんでした。事実、公式プロフを見ると、この時期の活動は以前と比べわずかなもの、追い詰められていました。およそ10年続けてきた芸能の仕事について引退を考えるまでに悩みました。コロナはやがて、ココちゃんの5年半を捧げたランガまでも奪っていきます。ランガはコロナの影響を受け、後に解散の道をたどることになるのです。この地獄の中、ある企業が日本初となる声出しライブの開催に向け動いていました。徹底した感染拡大防止策のもと、2022年11月13日に実現するそのライブは、ブシロード15周年記念ライブ in ベルーナドーム。ブシロード社のトップである木谷隆明氏は、コロナ禍に入る同時期に会長の座を降り、社長に就任。コロナは戦争だとブシロードファミリーを諭し、自ら現場を奔走し、現場の陣頭指揮を取り、戦火と向き合います。この時期は、ブシロード15周年記念ライブだけでなく、迷子をはじめとする大規模プロジェクトの数々もスケジュールがすでに敷かれ、走り出していました。戦火の中、ブシロード部隊は一人の少女を見つけます。コロナ禍に疲弊し、撤退する芸能関係者も多い中、その少女は戦っていました。少女はどん底で続けていました。ファンに当て戦時の声を出すことを。いつも通りの日常がどれほど先になるのかもわからないのに、少女にはこの先の仕事がないのに、今の未来への不安を隠しきれない不器用さを残してもなお、少女の声は明るく元気でポジティブさにあふれていました。その声はまるで同じく未来への不安がよぎるファンを励ましているようでした。少女の名前は林ココ。ブシロードは少女に椎名滝役のオファーを送ります。滝坊はココちゃんが地獄の底を耐え抜き授かった新しい命でした。さて、今回の林ココさんを語りたいでアニメムジカ放送記念企画、アベムジカと迷子の声優解説シリーズは一旦の区切りとなります。他の動画も含めご視聴応援ありがとうございます。環境にもよりますが、他のバンドリ声優さんの魅力も紹介できたらと思っていますので、これからも一緒に推し活にお付き合いいただけたら嬉しいです。それでは最後に、ココちゃんとタキちゃんの共通点についてお話しします。二人の共通点については実は、ココちゃん本人がお話ししています。Everything just
almost feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me タキちゃんを一言で表す言葉があり、それは生真面目な人。ココちゃんは仕事に手を抜くことを嫌がる真面目なバンドリ声優ですが、真面目と生真面目には違いがあります。真面目な人の特徴は任されたことにプロ意識と責任感を持ち、やるからには手を抜けず計画をきっちりと立てたく、イレギュラーは起こしたくないタイプ。真面目な人は仕事がよくでき、周りからの信頼を集めますが、真面目さは行き過ぎてしまうと危うく、完璧にやり遂げたいと思いすぎて周りとぶつかってしまうことや、完璧にできなかった時に自分はダメな人間だと勝手な劣等感を抱くことがあるそうです。このような苦悩を抱える人を生真面目な人と言います。コロナを経て、コール&レスポンスには共通認識として意味が一つ加わります。必ずしも喉から声を出す必要はない。それは心を交わし合うこと。